今日何を注文されたの？今日はやっぱこの店のマストメニューである、背脂チャーハン、セチャーですね。背脂チャーハンです。よく芸人さんが来てるっていうのを見て、芸能人の皆様にもご来店していただくことが昔から多くて、ラーメンの大盛りで。ラーメンの麺大盛り。はい。それが多すぎてもダメだし、少なすぎても。卵を贅沢に使ってるっていう、そもそものチャーハンのポテンシャルがあるにもかかわらず、はい。最近はもう皆さんプライベートで来てくれます。はい。あ、すいません、ハイボール。ハイボール。はい。ビーチェンと餃子2枚です。絶対的にまず味の信頼、オペレーションの良さと良心的な値付け、これだから人気店の要素が全部詰まってると思うんですよね。背脂チャーハン肉盛りトッピングです。背脂チャーハン2つですね。いらっしゃいませ。背脂チャーハンとこれもうまみの足し算なんですよね。これここに入ったやつ。これどこに？やりながら質問しても大丈夫ですか？はい、そう。こちらのお店って今何年ぐらいになるんですか？そして18年目ですね。まだまだ町中華のレジェンドたちがまだまだ及ばないですね。まだ全然若手の部類ですよ。これから自分がおじいちゃんになるまで味を続けられたらいいなと思ってやってます。若い人にね、もっと町中華の良さが伝われば、また昔みたいにどこの町にも絶対あるように。かなり人気ですよね、お店。まあそうですね、社長が努力してやってきた結果が今に結びついてる。その背中を見てる僕たちは日々勉強になってます。チャーシューもすごい量ですね、使う量が。そうですね。基本背脂チャーハンが結構出るんで、朝に大体15キロぐらいは、最初は大体平日で25本ぐらい、週末4、50本ぐらいになる感じですね。すごい。ラーメン屋さんでもそんなやるとこないんじゃないですか。いや、本当ですよね。人気なメニューとかよく出るものだとどんなものが？今はやっぱり背脂チャーハンで全国の人からも結構知れ渡っていろんなとこから食べに来てくれてるんで、背脂も癖がないようにスープの寸胴に煮込んで臭み取ってやってるので余分な油も取れるんで思ったよりさっぱりしてる感じですね。めちゃくちゃこってりイメージしますけど、あとはまあうちのチャーハンとの多分相性がすごくいいと思います。だっていうとパラパラチャーハンなんで背脂のその旨味とか甘みのしっとりさがちょうどうちのパラパラに混ざってすごく食べた時に美味しいので、タンメンもやっぱ人気ですね。その店よりも使ってるからも量も違うので、今まで多分普通の人たちが食べてきたタンメンは結構さっぱりしてるような感じですけど、どっちかというと口の中で鶏が感じられる結構濃厚な感じなので、まあ、それも他には味わえない味ですから。これ
客さんだとどういう方がよくいらっしゃいますか？結構幅広いですね。まあでも最近はやっぱりテレビの芸能人の皆様にも結構ご来店していただくことが昔から多くて、口コミもあって、最近は若い子たちも結構来てくれるようになったんで、若い世代にまず味から中華の良さが伝わればなと思いますけどね。今はチャンスですね。結構タレントさんもいらっしゃるんですね。そうですね、芸能人の方結構いらっしゃいますね。最近はもう皆さんプライベートで来てくれますね。いや嬉しいですね。番組とか呼ばれていた時のタレントさんとかも普通に来てくれるので、皆さんプライベートでもテレビと変わらずいい人なんで、こちらとしてもなんか気持ちいいですね。いろんな美味しいもの食べてる中で来ていただいてるんで感謝しかないですね。その町中華をもっと盛り上げていきたいっていう思ってらっしゃるのはなんかきっかけとかあったんですか？僕はもともとチェーン店で店長として7、8年日高屋っていう中華屋レストランで、やってたんですけど、もちろんそういう大きい会社なんでめちゃくちゃ素晴らしい会社だったんですけど、それをやっていくうちに自分でなんかこれどうやって作るんだろう、これどうやってやるんだろうっていうの興味湧いてきまして、でそこからなんか自分で修行をして自分のお店持ちたいなと思って、日高屋辞めて味駅入社して今やってるんですけど、周りの反対はありましたけど、僕はその夢もありますし、味市はまだこの東京目黒にしかないので、僕は横浜出身なんで横浜に絶対この味市持ってきたいなと。うわーいいですね。はい、その夢は絶対叶えるつもりです。そのためにずっとやってるんで。すごい。でプラスやっぱ味市が全国にもっと有名できるように日々社長と一緒にやっていく。いつかは恩返しっていうか、連分けとか自分のお店になった時に日高屋で働いてましたとか、味市で働いてましたっていうのをアピールできたらいいなと思います。恩返しとしてって思いながら日々やってますけど。そう入るか。何人で営業されるんですか11時半からは3人で、12時から1人来てくれるんです。で僕が当時働いてたところで今も働いてくれる。カオルさん、そうなんですね。そうです。僕が店長の時、僕面接して採用してるんで、こうやって今でもこうやって働いてくれるの僕は嬉しいです。カオルさん、どうして山下さんと一緒にやろうと思ったんですか？なんでも日高の時にお世話になってて、また一緒に働きたいなと思ったんで、ちょうどよく声をかけていただいたので。営業始まったらカオルさんどういうポジションで？最初多分私麺の方やってて、12時にもう一人来たら鍋。じゃあもうがっつり中で。そうです。すごいですね。最初の頃はホールだったんですけど、知らないうちに中やってました。カオルさんも鍋振るんですか？そうですね。だからもともとやっぱ日高屋でね、やっぱ基本を学んでるんで、基本学ぶんだったら僕はチェーン店からやった方がいいと思います。どこのチェーン店の会社も本当に基本ベースは素晴らしいと思うので、それやっていくうちにやっぱ自分で勉強したいな、自分のお店持ちたいなと思ったら、僕は個人店で学んだ方がいいと思います。またそこは大変なことだったり覚えることがたくさんある。もし飲食店これからやりたいなっていう若い子がいたとしたら、僕はチェーン店やった後に個人店行った方がいいと思いますし。本当に失礼なんですけど、なんか山下さんちょっと見た目がいかついじゃないですか。いや、お話聞いたらすごい。いやもともと結構明るいですよ。で撮ってなかったから、よかったの忘れたんですよ。あとチャーハン用の。昨日保健所通って
一応営業していいよってことなんですけど、そうですか。やっぱりその湯沸かし器とかがまだ下にあったりとか、この側溝もなんか誰かが持って行っちゃったとか盗まれたとか。メニュー構成としては基本的には本店と同じ感じになるんですか？そうですね、だから少しずつ増やしていくぐらいがいいかなと。うちだからターメンとチャーハンが有名なんで、それだけは出してちょっとずつこういろいろやっていってもいいのかなと思ってますね。この新店舗の開業のきっかけとかってどういう感じなんですか？やっぱり前は僕は1店舗でどこまで行けるかじゃないですけど、やってたんですけど、やっぱりもう休んだ時コロナですよね、コロナでお酒出せない、帰ってきてもビールないのって帰っていっちゃったり、またいつこうどうなるかもわからないし、やっぱり売り上げも下がるわけですよね、そういう時にやっぱりこの瞬間冷凍庫とかで通販とか自動販売機とかである程度売れると、お店休んじゃうと飲食店で0円なんですよ。そうですね。でも経費は家賃はかかる、電気代はかかる、そんなのをちょっと飲食店のちょっとあれも変えたいんですよね、なんだろう、やっぱ飲食店で働く時間も長かったり、なんかちょっと働き方も全部変えられたら、通販がちゃんと回って軌道に乗ってくれると、僕らも楽になるし、本店なんかもじゃあお昼3時間とか2時間にしようよ、休憩も長くとって逆にこっちで仕込みしようよなんてができるといいかなと思って、まあ近いので効率もね良くなりますよね。そうですね、本当は一番弟子の山下に地元のね日吉とかあっちの方でやるはずだったんですけど、やっぱ離れちゃうとちょっと助けてとか人を入れ替えるのも大変だし、そんなのも兼ねて近い方でもう1店舗やって全部がみんなが楽になるかなっていうのがやっぱきっかけですよね、これが僕欲しかったんで、家よりも車よりもこれが欲しかったブラストチラーって瞬間の冷凍のもので、普通のこういう冷凍庫っていうのは凍ったものを入れるものなんですよね、これはもう本当に風がもう何倍もの風力で一気に冷やしてくれるんで、あったかいラーメンこのまま入れれるし、一番すごいのがやっぱり野菜類が、うちもタンメンが結構有名なんですけど、これだともうシャキシャキのまま出てくる、だからそのままあったかいまま入れてそのまま家でチンしたら食べれる、お客様も日本全国にこう広がってってくれるかもしれないし、作りたてを冷凍するんで、作りたてが今度家であったかいままで食べれる。で僕はやっぱりその味一番さんっていうおじいちゃんの代から好きな中華屋さんがあって、そのおやつさんの味を一個一個手で作るのを若い世代になと思って一個のチャレンジとしてね。特になんかどういうところで苦戦したとか。その本店がやっぱり忙しすぎてこの1週間多分3回泊まってます、お店に忙しすぎて、もうこれ全部健康器具なんですけど、売店っつって大陸の選手とかつけて、もう少しでも楽になれればと思って最初1個だったのが2つになって足とかもね全部やっぱり大変なんですよ、鉄鍋も毎回毎回こうやって振って。開業の時からそんなに忙しかったんですか？いややっぱ徐々にですよ。27の時独立したんで、もう40これね後半になってくるんでやっぱしんどくなってくるんで、なんかちょっとと思ってこう食洗機だったり機械にも頼ろうと思って十何時間空けてなきゃいけないとかがねなくなれば、社員もみんなが楽になれるじゃないですか。そうですね、そこを目指せればなと思ってますよ。やっぱ飲食店はほら時間が長いのに給料が安いとかね、そういうなんかイメージがすごくあるし、やっぱ好きな人しかやっぱできないと思うし、大変だけど休みもいいよとか海外行けるよとかね、そんな感じでねみんなで楽しいことやりながらねできたらいいなと思ってます。18年目の新しい挑戦で新店舗ありますんで、すごい忙しい中ありがとうございます。またじゃあこっちのお店もありますけど、みんなが楽にできるようにね2つやって大変なんじゃなくてこっちがあるから楽になるっていうふうにしますんで、またよろしくお願いします。頑張りましょう。そうです。してから落ちてないな、なんでないの？電気が使ってんですか？なんだろう。あれこっちも電気切れてるような気がするな。今こっちも電気切れてる。冷蔵庫の電気今消えちゃったな。バチン落ちた？落ちてないの、それが。だからおかしいの、私。ねえ、おかしいね。ちょっととりあえず僕見ます。ありがとうございます。すいません。なんか、ブレーキも危ないから大丈夫です。
青い。いけます。青いの蓋とか、私も開けたことないんで、説明ができない。あ、大丈夫です、大丈夫です。すいません。すいません。1個下がってるのあるんで、一回ちょっと開けますね。はい、お願いします。ありがとうございます。着きました。はい。来ました。はい、これ全部上がってます。はい、わかりました。ありがとうございます。すいません、助かりました。これ私が守っても届かないって感じかな。いい茶です。はい、お願いします。このサッと油と卵の量で大体決まるんですよね。それが多すぎてもダメだし、少なすぎても。甘みがふわっとね残るんです。チャーハンのトマト必ず茶色くならない、黄色のままの時が一番甘みが残ります。一粒一粒にね、卵をコーティングするとパラッといきます。お願いします。はい。で、あと店内で食べれる人。ここじゃないよ。はい。お客さんじゃないの？
お願いします。せっかくスプーンで慣れたのがじゃあ2つとかもう背脂チャーハンです。入れるかね。お箸ね。今味見てくれる？それご存知だったんですか？中学校の後輩なんで、社長の方が鍋を振るったから美味しいのが分かって来ました。餃子もチャーハンも美味しかった。間違いがなかった。パラパラですごい美味しかった。本店との違いを明確にした方がもっと入ると思う。味はいいから。地元の目黒をもっと活性化して頑張ってほしいと思います。今日はタンメンと餃子で、お土産にチャーハンを持ち帰りで。繁盛の一番の理由って多分人柄だと思いますね。お客様の接客とか、味とかもそうなんですけど、気遣いとかも素晴らしいので、家族でまた始めたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。ここで一度通していただいて、すげえ。もう水とか油とか大丈夫なので気にせず豪快にやっていただければ。オープンの時なんかのれんとか出しますか？のれん出します。わかりました。ちょっとそれも取らせてください。生ビールですね。失礼いたします。はい。どうぞ。ザーサイ盛りください。はい、かしこまりました。生ビールとザーサイ盛りですね。はい。ザーサイです。はい、すみません。生ビールです。お待たせいたしました。ゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。何ですか？姫様、はい、どうぞ。こちらの奥のテーブルの席が。あ、いや、外から出て。はい、すみません。ザーサイ盛りですね。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。何名様で。行ってみましょう。カウンターの席どうぞ。はい、どうぞお待たせしました。背脂チャーハン背脂チャーハン2つ。はい。普通ラーメンの大盛りで。ラーメンの麺大盛り。はい。お願いします。はい。いらっしゃいませ。何名様で。2名様で。
はい、こちらカウンターの席でお願いいたします。餃子は2カップです。はい。パンさん、はい。あんちゃん。はい。ラーメン大盛り普通ね。はい。山ちゃんトッピング肉盛り。パンです。はい。お客様の上から背脂チャーハン肉盛りトッピングです。ご注文すべてお揃いですか？はい、2も以上です。少しお待ちください。ご案内しますね。失礼します。餃子2枚ですね。後ろからごめんなさい。お待たせしました。いらっしゃいませ。1名様で。あ、すいません。失礼しました。半チャーハンセットが2つと乾麺半チャーハン餃子のセットが2つでお間違いですか？はい。あ、すいません。はい、ハイボール。ハイボール。はい。BJ と餃子2枚です。はい、すみません。背脂チャーハン2つですね。お待たせいたしました。はい、ごゆっくりどうぞ。ごめんなさい、先に大盛りのラーメンですね。ラーメン大盛りですね。大盛りです。はい、すいません。まだね、レモン入れてない。いりますか？お待たせしました。すぐから失礼します。で買いましょう。すみません、お待たせしました。カツハーブルでございます。これ半ラーメンシーカツ玉。以上確認で。お待たせしました。はい、お客様半チャーハンを入れたらそっちも以上でよろしいですか？はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ごゆっくりどうぞ。ちょっと待って待って。はい、これたくさん持ってってね。目が踊ってましたよ。
3番そうです。すいません、お待たせしました。焼き餃子でございます。朝から来るなら5時半集合。まあいいよ、そんな無理しない。来れるとき。まあ中身がなかったら。全然来れるタイミングで購入してくれる。お疲れ様です。おーい、ありがとうございます。ありがとうございます。バラチャーハンの餃子。お客様、背脂チャーハン上からごめんなさい。どちらもすべてお揃いですか？はい、ごゆっくりどうぞ。今日お店何回目なんですか？初めて来ました。はい。どうして今日このお店にしようと思ったんですか？なんかよく芸人さんが来てるっていうのを見て、キリンの川島さんとかケンコバさんとか来てるっていうのを見て、2人でこうやって来ました。背脂チャーハンとラーメンですね。僕も同じです。はい。でも最高でした。美味しかったです。パラパラしてましたし、とても食べやすかったですし、チャーハンは普通に美味しかったです。繁盛の理由ってどういうところだと思いますか？味でやっぱりどんどんそうやって口コミとかで広がっていってっていう感じなのかなと思います。店員さんもやっぱすごく動いてて、ちゃんと声かけやすいっていうのを感じます。美味しかったのでまた来たいと思います。また近々来たいと思います。3個半で食べたい。すいません。背脂チャーハンとハイボールおかわりください。はい、わかりました。お願いします。背脂チャーハンとハイボールです。はい。背脂チャーハンどうぞ。はい。どうぞ。ではセット出します。シートでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにお店って今日何回目なんですか？今日多分4回目5回目ぐらいですかね。はい。昔から定期的に来てますね。そうなんですね。なんかここに来るきっかけとかってどんな感じきっですか？かけはもう結構いろいろ話題になって、例えば東京五大チャーハンって言われてたりとか、いつ来てもね賑わってるんで、まあ、それで最初来たのかなと思いますけど、はい。今日何を注文されたんですか？今日はまずザ・サイモリ生ビールから入りまして、調子出てきたんで餃子ハイボールで、やっぱこの店のマストメニューである、背脂チャーハン、セチャーですね。はい。を頼みました。結構フルコースというかいい感じ
そうですね。まあやっぱねこういきなり背脂チャーハンに行くとちょっとエンディングが早まってしまうのでなんか寂しいですね。だからちょっとね前半戦を粘りたいというか、本当はねさっと食べてさっと出るのがいいと思うんですけど、ちゃんとドリンクも飲むということでお店に貢献をしてですね、ちょっとでも粘りたい。で最後に背脂チャーハンをかっこんで帰りたいっていう感じですかね。こうやってねだって昼の忙しいところに居座るんだからちょっとでもお店のためになるようにドリンクは気合い入れるっていうのはやっぱこれ鉄則ですねやっぱね、はい、セット1000円ぐらいでやってるところにこの一角をいただいてるわけですから、責任持ってドリンクということでちょっと貢献したいっていうのがありますね。お気に入りのメニューとかこれがおすすめみたいな。ここはねやっぱこうチャーハンが背脂チャーハンっていうとちょっとトリッキーなイメージあるかもしれないですけど、まずチャーハン自体のポテンシャルがすごい高いんですよ。いわゆるちょっとパラッとしてるって僕の好みの卵多い系ですよね。卵を贅沢に使ってるっていう、そもそものチャーハンのポテンシャルがあるにもかかわらず背脂が乗ってるんですけど、多分ね聞き応えでいうとくどそうだなと思うんですけど、背脂を一回こう余分なものを落とすので地鶏のスープで炊いてたりするんですよ。でこれって背脂ってめちゃくちゃうまみ強いじゃないですか。それを鶏のスープで炊くってこのうまみの足し算なんですよね。でこれが本当にチャーハン自体大好きな僕の好きなチャーハン自体美味しいものの上に乗ってるんで、もう最高のチャーハンですね。はい、そう お詳しいですね。いやおかしいちょっと昔いろいろやってたんで、はい、なんかすごいそのチャーハンに対しての熱量もすごい。そうですね、はい、昔よくご飯を食べて味を伝える食レポみたいのをちょっと仕事でたくさんやってたんで。ああそうなんですね、はい、僕いつもいろんなお客さんにお話聞くんですけど、はい、なんかちょっとすごいプロみたいな。すいませんちょっと昔の癖が出ちゃって、はい、やっぱ魅力を伝えたいんでどうしてもカメラ回ってるとこの店のチャーハンはどれだけすごいんだってことをやっぱ言いたくなっちゃうんですよ。はい、すごい感動しました。いいとんでもないです。繁盛の一番の理由ってどういうところだと思いますか？まあ絶対的にまず味の信頼、それからこの店もそうですけどやっぱオペレーションの良さといわゆる調理スピードで、あとはやっぱこう良心的な値付け、もうこの辺だから人気店の要素が全部詰まってると思うんですよね。決して駅からそんな近いでもないしオフィス街でもないのにずーっとお客さんが来てるっていうのは、まあそういうことだと思います。今年18年、お店やられてるらしいんですけども、ぜひちょっと一言応援メッセージみたいなものを簡単にいただいても。応援メッセージ、はい、お店に対してですね。僕ちょっと今人のことを応援してる場合じゃないんですよ。人をね励ましてる場合じゃないんですよ僕。もちろん味一さんは僕が応援しなくても絶対ずっと繁盛店だと思うんですけど、むしろもう味一さんに応援していただきたいなっていうぐらいいやでも味一がある限り私は通わせていただきます。もうそれだけです。もうはいなんかどっかでお見かけしたようなちょっと昔ちょっとだけ、やってたちょっと人前に出る仕事をしてまして。そうですよね、はい、さんどうして今日。いやなんかちょっと多分視聴者の皆さんを驚かしてしまったと思うんですけど、そもそもなんですけど僕このチャンネルすごい好きで見てたんです。もともとね毎日餃子 TV でそれこそ六本木のお店も行ったことあるし、すごい面白い番組だなと思って見てたんですけど、この度ちょっと僕このチャンネルで宣伝をさせていただきたいなと思ってちょっとアポイント取らせてもらったんですよ。ありがとうございます。とんでもないです。見ていただいて。見てます。はい。本当ですか？はい。六本木って僕のお店も。そうです美味しいですねあそこね。ありがとうございます。ちなみにどういう内容なんですか？ちょっとこの度自粛を明けてずっと解禁してなかった食べ歩きのグルメオンラインサロンというかまた作ったんですよね。これアンジャッシュ渡部の食いしん坊広場と題してとにかく食べ物を好きな人集まってワイワイやろうっていうコミュニティなんですけど、一個は僕が食べ歩いてる店を紹介するのはもちろんなんですけど、ちょっと細かい部活の中でいっぱい作ろうかなと思ってて、例えばじゃあ、もつ焼き部とかピザ部なんでもいいんですけど、その中に僕はちょっと町中華部をかなり強化していきたいなと思いまして、結局ね町中華めちゃくちゃ好きだし、自粛中とかに子供と2人でご飯っていう機会すごい多かったんですけど、子供好きじゃないですかラーメンチャーハン。うちの息子がすごい行きたがるんですよ。で散々この自粛期間中も行ってなんか改めてこの町中華の魅力っていうことに気づいた時にもちろんこの番組でも出会って、でちょっとここでそのコミュニティの宣伝をさせていただきたいなってことで
で今日来ました。そもそもなんですけど、はいごめんなさい、ちょっと僕イメージあんまなくて、渡辺さん町中華お好きなんですね。もともと好きなんですけど、まあ、確かにこの 2,3 年でより好きになったっていうのはあります。そもそもはテレビついてて、当時ナイターやってて、ビールと餃子でやって、であーっつってちょっと湯が回ってきた時に麺物かご飯物行って、で、まあ、それまで野球が面白かったらちょっとまたいわゆる副菜に戻る、ザーサイなのかメンマなのかに戻ってまたやるっていうのはもう僕若手時代からすごい好きで、なんだって引っ越す時に探すぐらいいわゆるそういう店ないかなっていう。ちなみにそのよく行ってたお店でどの辺のお店なんですか？例えばですけど、三宮橋の昇龍っていう中華料理は僕多分人生で一番2日に1回ぐらい行ってたんですけどそこはマジで隣のマンション住んでたんですよ。だからもう家帰って風呂入って、でももうほぼパジャマの状態で行ってビールやってでぼーっとしてなんかっていうのは、で僕でこのチャンネルが好きなのは他にまああるじゃないですか、仕込みを見せてにぎわってる様子を見せるっていうのがあるんだけど、毎日餃子 TV 僕好きなのはやっぱお客さんのインタビューあるじゃないですか。あれはすごいですよね。僕あれはすごく偉そうな言い方ですけど、僕発明だと思ってて、結局町中華ってお客さんの活気とか町にどう根付いてるかとかっていうのが一番の魅力じゃないですか。だからそれが好きなのと、あとは東京に住んでるものとして距離が絶妙なんですよ。これが地方、北海道とか沖縄だってなるとまあいいなぐらいですけど、埼玉とか多いじゃないですか。あ、これちょっと頑張りゃいけるなみたいな、あ、今日あげようかみたいな距離感も思い立ったら今日していける距離っていうのもなんかすごくいいな。いや本当に見ていただいてありがとうございます。いや逆に僕はね、ちょっと視聴者の皆さんを驚かせてるかもしれないですけど、そういう感じです。コミュニティの部活についてもう少しお伺いしたいんですけど、なんか具体的にこういうイメージで活動するとか、なんか美味しいものを食べる最大の喜びって共通の興味のある人と食べることだと思うんですよね。で、美味しいもの好きなもの同士で食べたご飯も美味しいですけど、それをよりもっと高めていこうというか、町中華好きな人が集まって町中華の情報を交換する、これ多分一番濃いんですよね。食べログとかガイドブックには絶対ないスピード感と濃さがあるんですよ。でその彼らと同じチャーハンをシェアできたりしたら楽しいからってもう単純それです。より好きなものが集まる濃いメンバーで濃い趣味を共有したいっていうので、もうグルメって食いしん坊ってちょっと一括りじゃないですか。だから僕が目指してるのは客単3万5万の高級寿司から本当に一杯何百円の、町中華っていうのをより細かい部活を作ると出会えるかなっていう気がするんですよね。面白いですね。町中華食べ歩いてるメンバーが来て、ここが情報がするのが一番早いんですよ。その町中華部っていうのは僕も入れるんですか？もちろん、いやいやぜひもうリーダーになってください。部長になってください。部長に本当にこの毎日餃子 TV も多分お店探しとか結構大変じゃないですか、きっと。そうですね。だからそこもネタを拾う場所にしていただいてもいいですし、逆に渡部の食いしん坊広場の皆さんが絶対餃子 TV 見るようになると思うんで、六本木の店でオフ会やらせていただいたりとか、なんかこういろいろ広がりが。これでもお高いんですよね、やっぱり。かつての渡部は月額5000円でやらせてもらってたんですよ。高いじゃないですか。で今回はもっとより町中華部、もつ焼き部とかも作りたいと思って月額は980円です。なのでちょっと1回のランチだと思っていただいて、多くの人が集まることで活性化するかなと思ってるんで、月980円なので、ちょっと覗いていただけると大変嬉しいなって感じですね。ちなみにこの町中華部で渡辺さんに会えるみたいなチャンスとかってあるんですか？いや、それはだからまだ全然決めてなくて、いずれはオフ会みたいなのもやりたいなと思ってるんですけど、全然いずれはやりたいなと思ってますけど、だから本当に中身もねすごくふわっとしか決めてないんで、皆さんの意見を聞いてこんなのやりましょうよとか、こんなの始めてもいいですかとかいうのを自由にやりたいなと思っていて、大変突然出てきて申し訳ないんですが、ちょっと概要欄にちょっとその辺のリンクを貼っておきますので、興味ある方、ぜひご参加いただければなと思います。で本当にあんな渡部出てきやがって言ってた方も絶対いると思うんですよ。餃子 TV ファンの方で本当にすいません、お見汚しをちょっとだけ宣伝させてください。多分一部の方はパニックになってる。いやいや本当になんかすいません、気分を害された方いらったらいつも出てくるわけじゃないので今回だけはすいません、よろしくお願いします。お仕事とかプライベートとか含めてなんかどんな風にしていきたいとかありますか？でも本当に受け入れていただくための努力をするんですけど、結局好きなものたちと語らう場がやっぱ僕は人生幸せだなと思うので、グルメの発信もずっとしてこなかったので、ここまで、このタイミングで本当に好きな人だけが僕のことを不愉快に思う方は見れない仕組みになってるので、本当に渡部ともう一回盛り上がりたいなって方々と美味しいものを食べるっていうのはもう多分これ仕事というよりも僕の人生最大の喜び、趣味って言葉では片付けられないぐらい大きな喜びですかね。そこを目指して頑張りたいっていう感じですかね。
すいません本当に今日はありがとうとんでもないです。こちらこそもうなんか急にお邪魔してすいません。渡辺さんすごい町中華お好きっていうことなので、先ほど出た例えば昇龍さんとか、なんかおすすめのお店とか。いやなんかせっかくなんでちょっと逆に毎日餃子 TV の見てる方に僕が本当に行ってた店がお気に召していただけるかちょっといいですか？もちろんもちろんぜひちょっと次ご一緒にっていう感じでぜひ。よろしいですか？ちなみに1個だけ過去僕テレビ番組のオファーで、渡部が昔よく行ってた店っていうオファーをしたことあるんですよ、昇龍さんに。そしたらがっつり断られてるんですよねなので一回2人で普通に食べ行ってでちょっと僕そこでちょっと交渉というか改めてガチでちょっと2人でちょっと様子伺いしてで OK だったらこのしっかり取材させていただいてダメだったらちょっとごめんなさいってまた別の店を。面白いですね。じゃあもう昇龍さんそんな感じでもう直接行って突撃して渡部さんに直接。そうですね。で僕もほらさすがにイオンクイズは20年前なんでスタッフの方がどうなってるかとか、感じも分かんないし僕の思ってる昇龍とまた違う可能性もあるからなんか一回ちょっと行って食べてでちょっともしよければっていうことで取材させてくださいってことで、はい、すみませんっていうことでっていう回でやって。じゃあまずはちょっと昇龍さん目指していってせっかくなんで僕一番人生で食べた町中華に毎日餃子 TV の見てる方にちょっと見ていただきたいっていうのがあるんで、じゃあちょっとその時の思い出とか実際に何食べてたのかみたいなものもちょっとお話伺いながらじゃあ分かりました。じゃあちょっとまたぜひよろしくお願いします。すみません今日ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。